愛です。あかりだよ。QR コードがついた AI イラストを生成したい。クイック QR アートってどうやって使うのと思った人は多いはず。愛知、教えてちょうだい。クイック QR アートは無料で QR コードがついた AI 画像生成をすることができます。生成した AI イラストや写真に QR コードを組み合わせて生成することも可能です。この動画では、無料で QR コードがついた AI イラストを生成する方法について解説します。まず最初に、QR コードの画像を生成しましょう。概要欄に貼ってある、クイック QR アートの公式サイトにアクセスしてください。少し下にスクロールすると、QR コードの内容を決める設定項目が並んでいます。これらは QR コードを読み込んだ際に、URL に飛ばしたり、テキストを表示したり、設定した E メールアドレス宛てにメールを新規作成したりできる方法を選択します。今回の例では、リンクに飛ばす QR コードを作成するので、リンクをクリックしてください。URL の項目欄に、リンクに飛ばしたい URL を貼ってください。すると、右側に URL リンクの QR コードが作成されます。QR コードがこんな簡単に作成できるのね。セーブを押して保存してください。セーブボタンの左下にあるアイコンをクリックして、生成された QR コードの画像をダウンロードしてください。QR コードを生成して保存したら次は Discord にログインする必要があります。Discord って何かな？ Discord はチャットサービスであり、チャットだけでなく AI 画像生成ができる場所にもなっているよ。ほう、無料で使えるのかな？ Discord は無料で登録して使用することができるよ。クイック QR アート公式サイトの左側にある、ジョインベータナウから Discord の登録をしてログインしてください。Discord を登録しているけどジョインベータナウをクリックしても、ずっと読み込んだままログインできない場合があります。対処法として、Discord をブラウザ上からログインするのでなく、Discord のアプリを Discord の公式サイトからダウンロードしてログインしてください。そしてジョインベタナウをクリックした後に Discord のアプリを起動すると、クイック QR アートのアカウントに入れています。次は QR コードの画像 URL をコピーしていきます。Discord にログインしたら左側にあるクイック QR アートのアイコンをクリックしてから、ペースト便をクリックしてください。下部にテキスト入力場所が表示されるので、プラスボタンをクリックしてください。ファイルをアップロードをクリックして、先ほど生成した QR コードの画像をアップロードしてください。アップロードできたらエンターキーを押してチャット上に公開してください。公開したら画像をクリックしてください。右クリックしてからリンクをコピーを押してください。コピーした画像の URL リンクが media.discordapp と書かれていると OK です。QR コードの画像 URL リンクをコピーできたら次は PixelML ボットの場所をどれでもいいのでクリックしてください。下部にあるテキスト入力場所にスラッシュジェネレートと入力してエンターキーを押してください。QR パターンの空白部分をクリックしてから生成させる QR コードのパターンを選択してください。こちらは QR コードのパターンを変えて猫で画像生成した例になります。Keep My QR コードでは、最初に QR コードを生成した時と同じ QR コードのパターンを維持しつつ画像生成させる方法になっています。猫で生成しているはずなのに猫っぽさが全くないね。S1、RD1、SQ1 では QR コードのパターンが変わっていることが確認できます。S1 と RD1 はしっかり猫が出てきているよ。右下にある SQ1 はブルドーザーかな。一応猫を生成するように指定していたけど、ブルドーザーっぽくなったよ。やったね。プロンプトには画像生成してほしい呪文を入力してください。今回の例では、猫と犬の画像生成をするのでキャット、ドッグと入力しています。単語と単語の間にはカンマを入れて区切るようにしましょう。URL には先ほどコピーした画像 URL を貼り付けてください。貼り付けたらエンターキーを押すことで、画像生成が開始されて30秒から1分くらいでチャット上に作品が公開されます。チャット上に猫と犬の画像生成ができていることが確認できたよ。画像の下では入力したプロンプト内容などが確認できます。画像を保存する場合は、画像をクリックしてください。
右クリックして名前をつけて画像を保存をクリックしてください。または、左下にあるブラウザで開くをクリックしてからブラウザ上で保存することも可能です。画像生成後は QR コードがすぐに読み込めるかしっかり確認しましょう。QR コードが認識しにくい、または認識しない場合があります。次は効果を加えるプリセットの使用方法を解説します。スラッシュジェネレートのコマンドでは画像に効果を加えるプリセット機能があります。他1の部分をクリックします。プリセットの空白部分をクリックしてください。すると、効果を選択する項目が表示されるので、一つ選択することで使用することができます。こちらは猫を指定してプリセット欄にある、ウルトラリアリズム、ネオンメカ、モノクローム 3D を使用して画像生成した結果になります。ウルトラリアリズムはリアルな猫が生成されているね。ネオンメカはネオン系のメカっぽい猫が生成できているよ。モノクローム 3D ではモノクロ調の猫が生成されているね。このように画像に効果を加えることができるので、ぜひ使用してみてください。次は QR コードと画像を混ぜて生成する方法について。スラッシュブレンドコマンドを使用すると、アップロードした画像と QR コードを混ぜて画像生成することができます。スラッシュブレンドとテキスト場所に入力してからエンターキーを押してください。左側ではブレンドさせたい画像をアップロードしてください。愛知をアップロードしているよ。右側では作成した QR コードをアップロードしてください。プロンプトに呪文を入力してください。今回の例では、スペースと入力して宇宙っぽさを混ぜた画像生成をさせます。画像生成した結果がこちらになります。おお、なんか宇宙っぽくなったけど、愛知の原型どこ行った？アップロードした画像と QR コードが重なり、宇宙っぽさがプラスされて画像生成できました。ブレンド値は初期設定では 0.05 の設定数値になっており、0.001から1の範囲まで設定することができます。ブレンド値を変更したい場合はプロンプト内の呪文の後に、ブレンドと入力してから数値を入力することで変更できます。ハイフンは2つ入れて、ブレンドの後に半角スペースを入れてから数値を入力しないと生成できないので確認しましょう。ブレンドの数値を変更するとどうなるのかな？数値を小さくするほどプロンプト内の要素が弱くなり、数値を大きくするほど強めることができるよう。こちらはブレンドの数値を 0.005、0.5、1で生成した結果になります。おお、数値が高くなるほど宇宙っぽさがより強まっていることは分かったけど、愛知の原型どこ行った？おお、スーパー GNA 愛だよ。ほう。いや、おかしいんだってばよ。早く戻りなさい。AI イラストや写真と QR コードを組み合わせて生成する方法ってないのかな？生成した AI イラストや写真などを QR コードと組み合わせて生成することもできるよ。クイック QR アートのサイトにあるリンクをクリックしてから URL の項目内に飛ばしたい URL リンクを貼り付けてください。カラーズのタブをクリックしてください。バックグラウンドイメージのトグルをオンにしてから、下にあるアップロードアイコンのボタンをクリックして画像をアップロードしてください。チェックをクリックすると QR コードと組み合わさって反映されます。セーブをクリックして保存してください。セーブボタンの左下にあるボタンを押して画像をダウンロードすることで完了です。簡単に作成できたね。QR コードや背景は他の色に変更することができますが、QR コードでは黒色にしないと認識しにくいので、黒色にしておくことを推奨します。デザインの項目では QR コードの形を変更することができます。おしゃれに作成しましょう。マーカー部分の色を細かく変更することもできます。カスタムマーカーカラーのトグルをオンにするとマーカー全体の色を変更できます。ディファレントマーカーカラーズのトグルをオンにすると個別にマーカーの色を変更できます。ロゴの項目では、QR コードの真ん中部分に自作ロゴやリンクアイコンなどを追加することができます。自作ロゴをアップロードするときは、アップロードやロゴはセレクトウォーターマークの下にあるアイコンをクリックしてください。自作ロゴをアップロードすることで QR コードの真ん中に配置することができます。フレーム項目では、QR コードの上下にフレームを追加することができます。フレームラベルではフレーム内に入れる文字を変更することが可能ですが、
日本語は不可能なので英単語を入力しましょう。ラベルフォントではフォントを変更することができて、フレームカラーではフレームの色を変えることができます。残り何枚画像生成できるのか知りたいんだけど、どうやってわかるのかな？残り枚数を確認する方法は、テキスト入力場所で/infoのコマンドを入力してからエンターキーを押してね。トータルリメイニングクレジットから残りの枚数を確認することができるよ。この例だと、残り5枚 QR アートの画像生成をすることができるよ。次はバージョンを変更して別の画像生成をする方法について。QR アートのバージョンを変更する場合は、テキスト場所でセッティングのコマンドを入力してからエンターキーを押すことで可能です。チャット上に設定画面が表示されるので、変更したい QR アートのバージョンをクリックしてください。こちらは QR アート V3E と QR アート V3B を比較した結果になります。全く同じ内容で画像生成したけど、バージョンを変更しただけで別の画像生成がされているね。このように古いバージョン、別のバージョンに変更すると違った画像生成がされます。良い画像生成ができる場合もありますから試してみるといいでしょう。料金について。クイック QR アートは無料版以外に PixelML Essentials の有料プランがあり、月額9ドルで加入することができます。年間プランですと月額プランよりも安くなります。無料版と有料版は何が違うのかな？無料版では25枚まで無料で生成することができるけど、画像生成した時に有料版よりも少し遅かったり、クイック QR アートのロゴが右下に記載されているよ。月額9ドルの有料プランに入ると、QR アートの画像生成が早くなったり、1000枚までクイック QR アートのロゴをなくして画像生成をすることができるから検討してみてね。了解。有料プランに加入する場合は、テキスト場所に/subscribe のコマンドを入力してからエンターキーを押してください。チャット上に表示されたオープンサブスクリプションページをクリックしてください。サブスクリプションページに飛ぶか表示されるので、サイトを見るを押してください。月額プランにするか年額プランにするかクリックしてから、PixelML Essentials プランにある Buy Now をクリックしてから購入手続きをすることで加入できます。まとめです。最初に公式サイト内で QR コードを作成しましょう。Discord にログインしてから QR コードの画像をアップロードして画像 URL をコピーします。Discord 内でコピーした画像 URL を使って QR コードのついた AI 画像生成をすることができます。それだけでなく、公式サイト内で AI イラストや写真をアップロードしてから QR コードと組み合わせて画像生成することもできるので、ぜひ使ってみてください。以上でクイック QR アートの使い方について解説しました。iGene では AI 生成に関した情報発信をしています。動画の内容が良ければチャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。